私は萌え、現在29歳。夫の陽介とは、もともと会社の同期で5年前に結婚しました。今年2歳になったばかりの娘のゆなと3人で賑やかな生活を送っています。ただ、一つだけ問題が。お母さんから電話だ。もしもし、どうしました？あら、専業主婦は暇なのね。すぐに電話に出られるなんて。まあ、よく聞く話かもしれないけれど、嫁姑問題で私は頭を抱えているのです。専業主婦もいいけどね。そろそろ働く気はないの？今は女性も社会に出て働くのが普通なのよ。いつまでも家に引きこもってないで働きに出なさいよ。最近の義母からの電話はずっとこんな調子なのです。お母さん、前にもお話ししましたよね。今はユナの面倒を見なきゃなので働きに出るのは難しいんです。それに今は在宅でも仕事ができるから家で仕事はしてます。在宅でできることなんてたかが知れてるでしょ。娘のユナを身ごもった時、私はアパレル会社で働いていてチーフに昇格したばかりでした。それを知っている義母は出産を終えた直後から、仕事にはいつ復帰するの？チーフだったのにもったいないから早く仕事に復帰しなさい。と、そればかり言ってくるのです。実際、私も昇格したばかりで妊娠が発覚し、産休に入ることになったので、少しもったいないとは思っていました。ですが、ずっと子供が欲しいと思っていたので後悔はしていません。しかし義母は、これからって時に妊娠？たるんでる証拠じゃないの？私の妊娠、孫ができることをまるで喜んでくれないどころか、仕事のことしか頭になかったのです。そして、ユナが2歳になった今、私は在宅で仕事に復帰しましたが、お母さんの中では在宅は仕事に入らないようで、私の話など何も聞いてくれないのです。ワンオペ育児に家事をこなして、さらに仕事をしている私に働きに出ろと、毎日言われて、かなり精神に来ていました。でも、弱音を吐いている場合ではないので、毎回適当にあしらっているのです。その日の夕方頃、またお母さんから電話だ。出なきゃいけないかな。でもすぐ出たらまた専業主婦は暇とかバカにされるんだろうな。そんなことを考えたら億劫になったのと、夕食の用意をしていて手が離せなかったので、電話には出ず、後で折り返そうと思いました。そして夕食後、重い腰を上げ、義母に電話をかけました。すると、ワンコールも鳴らないうちに、義母が電話に出ました。もしもし、萌えです。先ほどは電話に出られずすみませんでした。夕食の用意をしていて手が離せなかったので。言い訳は聞きたくないのよ。それより専業主婦のくせにすぐ電話に出られないってどういうこと？ああ、結局バカにされるのか。いつも家にいるんだから電話くらいすぐに出られるようにしなさいよ。急な連絡だったらどうするの？すみませんでした。以後気をつけます。謝ればいいってものじゃないのよ。わかってるの？私の話をまるで聞かず、挙句の果てには謝っても意味のない義母に嫌気がさし、早く電話を切りたいとしか思いませんでした。でも、私が口を挟んでも、またバカにされるだけなので、黙って義母のいびりに耐えました。ある日、夕食後に仕事をしていた時です。私の仕事部屋に、夫が意味ありげな表情をしながら来たのです。萌え、仕事中ごめんね。ちょっといいかな。ちょうど霧のいいところまで終わったから大丈夫だよ。どうしたの？
前から思ってたんだけど、母さんと同居するのってどう思う？え、お母さんと？うん、母さんと同居したら萌えの負担が減ると思うんだよね。もちろん気を使うこともあるだろうから、そこはうまく僕がフォローしていくし。夫は私のことを心配して義母との同居の話を持ちかけたのはわかるのですが、私の中では断固反対でした。夫には義母からの電話の内容を伝えておらず、私が嫁いびりを受けていることは知らないのです。というのも、夫はかなりの心配性なので、無駄な心配をかけたくなかったからなのです。でも、今もなんとかなっているし、心配しなくても大丈夫だよ。それに、お母さんに家事とか育児を手伝ってもらうのは申し訳ないし。どうせ、お母さんのことだから、同居なんかしたら何かにつけていびってくるに決まっています。だから何としても、同居だけは避けたかったのですが。実は、萌えの手助けになればっていうのと、もう一つ理由があるんだ。もう一つの理由？前から母さんから電話が来ることはあったけど、最近頻度が多い気がするんだ。多分父さんが倒れてから母さん寂しいんだと思うんだ。お父さんは昨年、心筋梗塞で倒れ他界しているのです。確かに私もその後から電話の頻度が高くなったような気がしていました。それに、母さん一人なのは心配だし、母さんも大変だと思うんだ。だから、同居したらお互いに助け合えると思うんだけど、どうかな。夫は私のこともお母さんのことも心配していたのです。そんな優しい夫の考えを私の自分勝手な感情で断るわけにはいかないと、同居することを了承したのです。そして次の日の朝、早速夫が義母に電話をすると、義母も同居することを了承したと聞かされました。正直、不安で仕方ありませんでした。夫やユナに心配をかけたくないから、今までずっと黙ってきたのに、これ以上いびりがひどくなったら、私は耐えられるのかと、そんなことばかり考えていました。そして、同居する準備が整い、いよいよ義母との生活が始まったのです。萌えさん、陽介のわがままに付き合ってもらって悪いわね。少し家が窮屈になるかもしれないけど、よろしくお願いね。いえ、こちらこそ、至らない点があるかもしれませんが、よろしくお願いします。義母の低姿勢なところを見る限り、もしかしたら思っていたよりうまくいくかもと思いました。ねえママ、これからはおばあちゃんとずっと一緒？ずっと一緒だよ。よかったね。娘も義母との同居を喜んでいたので、これでよかったなと思いました。ゆなちゃん、これからはおばあちゃんが遊んであげるから寂しくないよ。しかし、この言葉が私に対しての嫌味だとは、この時は気がつきませんでした。同居初日の夕食後のことです。その日は肌寒かったので、温かいものにしようと思っていたのですが、娘が冷たいそうめんをリクエストしたのです。体冷えて風邪ひいちゃうから、あったかいものにしない？と提案したのですが、そうめん以外は食べないとギャン泣きされ、食べないよりはマシかと仕方なく冷たいそうめんにすることにしました。夫にそれを伝えると、ゆなが食べてくれるなら何でもいいよ。と、私と同じような意見でした。その後、義母にも伝えると、私は居座らせてもらってる立場だから何でもいいわよ。と、義母もあっさり OK してくれたのでほっとしました。そして夕食後、私が食器を片付けているところへ義母が来たのです。萌えさん、大変だろうから手伝うわよ。ああ、いえ、私一人でできますから、お母さんは座っていてください。私が手伝うって言ってるのに断るなんて、
嫌な嫁だわ。え？私は義母の言葉に耳を疑いました。それに今日の夕食は何？肌寒い季節にあんなに冷たいものなんか食べたらお腹を壊すかすぐに風邪ひくわ。そんなこともわからないバカ嫁なのかしら。義母とうまくやっていけると思っていた私の考えが甘かったのです。義母は夫やユナにはバレないように私をいびる機会を伺っていたのです。私の不安は的中してしまい、これから先ずっと義母にいびられ続けるのかと考えただけで意識が飛びそうになりました。そんなことを考えている私に義母はお構いなしで追い打ちをかけてくるのです。そうそう。あなたが毎日どれだけ堕落した生活を送っているのか、じっくり見させてもらうわね。今まで家事や育児を中途半端にやってきたつもりはありませんが、これからは一秒たりとも気が抜けないと重い気持ちになりました。同居2日目の朝、私の朝のルーティンである庭に咲いている花たちに水をやっていた時のことです。萌さんおはよう。そんな花なんかに水をやって楽しいのかしら？朝から聞きたくない声といびり。今日は日曜日で娘たちもいることだし、義母からのいびりはないだろうと思っていたのがアホらしいです。義母は私が一人になったところを見計らってわざわざいびりに来るのです。お母さん、おはようございます。この花たちはユナが植えたものなんです。だから枯らさないように私が水やりをしているんですよ。あら、そうなのね。でもゆなちゃんが育てたくて植えたものなら、あなたが世話することはないんじゃない？ゆなちゃんがかわいそうだし、萌さん過保護よ。ユナがやらないから私がやっているんです。子供はその時興味があるものにはやたらと執着するけれど、すぐに興味はなくなり、興味がなくなればあとは親任せになるものです。でもせっかく娘が頑張って植えた花たちを私は枯らしたくはなかったのです。それは育て方の問題じゃないの？ゆなちゃんが悪いみたいな言い方しないでちょうだい。やっぱり何もかも私が悪いという方向に持っていく義母はもはや天才なのではと思ってしまうほどでした。でも子育てに関して口を出され、私も黙っていることはできませんでした。ユナはまだ2歳です。確かに私の育て方が完璧で模範的かと言われれば口をつぐみたくなります。でも何もかも完璧にできる親とそれについてきてくれる子供はなかなかいないと思いますよ。萌さんに完璧なんか求めていないわ。それだけ言って義母は家に入りました。私が言い返したことでもっといびってくるかと思っていましたが、それ以上のことは言ってこなかったので安心しました。でも義母の性格上、今は落ち着いてもまた思い出したかのようにネチネチ言ってくるに決まっています。少し落ち着いたからといって安心はしていられないのです。そして朝ごはんを食べ、洗濯物を干して少しゆっくりしていた時のこと。怪訝な顔をした義母がやってきました。今度はどんなことを言われるのかとつい身構えてしまう癖がついてしまいました。ねえ、萌さん。あなた在宅で仕事をしてるって言っていたけど、今何をしているの？あ、在宅で仕事をしているとは言ったけど、内容は話してなかったから気になるのかな。そんなことならよかった。そう安堵して、今はアパレル関係の仕事をしています。詳しく話すと長くなるんですけど、そこまで行った時、義母に話を遮られました。あなたの仕事内容なんかどうでもいいのよ。仕事をしているって言ってたくせに、今そうやってのんびりしているのはなぜかって聞いているのよ。ああ、今日は日曜日なので仕事は休みですよ。
家でゴロゴロしながらできるくせにわざわざ休みがあるの？いいご身分ね。そういうメリハリのない仕事の仕方はすごく気に入らないわ。結局は私に難癖をつけたいだけの質問で、まともに答えようとして損をしました。メリハリをつけるために休みがあるんですと言いたい気持ちをぐっとこらえ、たまには一日休んでユナにゆっくり向き合いたいんです。それだけ言って今度は私がその場から離れました。それからその日はずっと娘と一緒にいたので、義母からいびられることはありませんでした。義母から逃げるために娘といたわけではないのですが、心の中で娘に感謝していました。明日は月曜日、義母のことだから私が仕事をしているか確認するに決まっています。そこで私は義母にいびられた分、少し仕返しをしてやろうと企んでいたのです。そして月曜日の朝、洗濯物を干していた時です。今日は月曜日ね。平日だから仕事はするんでしょうね。ええ、もちろん。洗濯物が干し終わったら仕事に取り掛かりますよ。今まで外に働きに出なさいと言っても、堅くなに在宅だからと言ってきたんだもの。どれだけの仕事をしているのか楽しみね。そうですね。楽しみにしていてください。そして洗濯物が干し終わったので仕事に取り掛かり始めました。まずはクライアントとの打ち合わせから始めようとした時、義母がやってきました。萌えさん、仕事中ごめんなさいね。陽介は仕事に行かないの？ああ、そのことなんですけど。言いかけた時、電話が鳴りました。すみません。少し待ってもらってもいいですか？仕事相手からの電話なので。ここから私の反撃開始です。もしもし、お世話になっております。〇〇株式会社代表取締役の桂木でございます。ちらりと義母を見ると驚いた顔をしていました。無理もありません。そして一通り打ち合わせを終えました。今後とも弊社をよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。萌えさん、あなた。お待たせしてしまってすみません。陽介のことですが、本人がいた方が話が進みやすいので呼んできますね。夫の仕事については、夫の口から説明してもらうことにしたのです。それじゃあ、先ほどの質問ですが、現在陽介は仕事をしていません。生計を立てているのは私です。陽介、どうしてなの？ちゃんと説明して。僕と萌えが同期だったことは知っていると思うけど、実は萌えは僕よりも先に昇格したんだ。僕より萌えの方が優秀で給料も良かったから、必然的に出産後は僕が専業主婦になったんだ。女性の方が給料がいいなんて聞いたことがないわ。それで一時期萌えは働きに出ていたんだけど、慣れない育児と家事で僕が鬱になったんだ。全然知らなかったわ。鬱になって育児と家事もしなくなって仕事に行く気にすらなれなかったんだ。だから育児と家事をしながらでも仕事ができる在宅ワークに切り替えてもらったんだ。そうだったのね。それは分かったけど、萌さんは前の会社に復帰したんじゃないの？どうして萌さんが取締役なの？それは私が説明しますね。出産後は前の会社に復帰したんです。でも陽介が鬱になってから在宅ワークに切り替える時に独立したんです。どうして？そのままの方が安定していたんじゃないの？理由は2つあります。1つ目は時間を自由にかつ有効的に使えるからです。雇われる側だと在宅とはいえどうしても時間が縛られてしまうんです。育児と家事をしながらだと時間を縛られるとなかなかうまく仕事が進まないので雇う側に回ったんです。もう一つの理由は？もう一つは
前の会社が在宅ワークへの理解がなかったことです。前の会社は以前情報漏洩があって以来、仕事の持ち帰りは現金で、在宅で仕事をすることは許されなかったのです。なので、理解がなかったというより仕方のないことだったのです。何度も上司に相談したんです。でも、在宅は認められないと言われたので、独立することにしたんです。でも、これで在宅ワークでも普通に働けることが理解していただけましたか？ここまで説明したのだから、さすがの義母もおとなしくなると思いました。でも、萌えさんが立ち上げた会社がこれからも存続していく確証はあるのかしら？いつ潰れてもおかしくないでしょ？義母はまだ私のことを批判したいようでしたが、ずっと黙っていた陽介が口を開きました。母さん、これ以上萌えをいじめることはやめてくれないかな。家族のために頑張ってくれているんだ。何もしていない母さんが批判する権利なんてどこにもないんだよ。夫に相談していなかったとはいえ、一人で義母からのいびりに耐えていた私にとって、味方してくれたことは涙が出るほど嬉しかったです。夫に非難された義母は顔を真っ赤にして何も言わずにその場から立ち去りました。萌えに謝罪もせずに行くなんて。母さん、反省はしてると思うんだ。でも、もしまた何かあったら、僕に遠慮なく相談してほしい。その後の夫の言葉で、私へのいびりはなくなりました。相変わらず少しトゲのある言い方の義母ですが、今はうまくやっていけてます。